はい、こんにちは、清です。先日のですね、ポートディクソンの旅で、一通りですね、マレーシアっていうのの移住が、終了ですね。厳密に言うとあと2日ほど、滞在して、それから、ベトナム、ラオス、タイ、それからまたマレーシアに戻ってくるという、旅になります。はい。一旦ね、マレーシアの方はビザをキャンセルしてそのまま出国する予定です。はい、次の移住先っていうのはまだ決めてないですね。一旦ですね、旅行しながらゆっくり決めようかなと思ってます。そんなに急いでないですね。で、今日はですね、どういった動画になるかっていうと、せっかくね4年半ぐらい住んだんでマレーシアで、マレーシアについてちょっとお話しさせていただければいいかなと思います。結構マレーシア人気の国なんで、日本人の方、移住したいっていう方多いと思うんで、今日はその移住についてのお話をさせていただこうと思います。まずですね、移住って言ってもですね、いろんなタイプがあって、留学ですね、その留学に伴う母子留学、それから、国際結婚ね、あと、現地採用、あとマレーシアでいうと MM2H、 それから、駐在員の方ですね、そういう方が、移住してきているかと思います。はい。で、治安はですね、日本よりいいと思いますね。はい。よくブキビンタンとか中心部ですね、問題があるっていうんですけども、それも日本の新宿とかと比べると、全然いいんで、それでもですね、安心して夜とかも歩けるんじゃないかなと思います。はい。やはりですね、外国人が住むエリアっていうのはどうしてもどの国でもそうなんですけど、狙われちゃうんでですね、そういったところも予備知識として避けるっていうのは持っておいた方がいいと思います。はい。あとですね、次、交通機関ですね。交通機関非常に充実しているので、仕事とかあと学校に合わせて住む場所を選んでいる方も多いと思います。日本人の場合コンドミニアムですね、日本でいうマンションとかそういったものだと思うんですけども、そういったコンドミニアムに住むのが主流となっております。あと他にもですね、一軒家、戸建てですね、戸建てとかリンクハウスと呼ばれるものに、住んでいる方もいらっしゃいます。私も昔リンクハウス住んだことありますけど、快適ですね。そういったね物件の情報なんかも事前にホームページで確認することもできるし、そこで不動産のエージェントの人と話したりもすることもできるんで、こっちに移住する前にですね、そういった情報を集めるのもいいかと思います。はい。あと次ですね、食べ物ですね。これがですね、大きく分けて3つですね。マレー料理、それから中華料理、それからインド料理。この3つの人種がやっぱり多くを占めているんで、そういった形になるんですが、ただ日本食、それからタイ料理、ベトナム料理とかですね、もう近隣諸国の料理なんかもあるんでですね、本当に幅広い、料理が一つの国で味わえる、本場の味が味わえるという形になっております。あとただですね、酒とか豚肉、それから、外国の飲食店などにはこの、課税対象となっているのでですね、そこはもうちょっと食べれるけどちょっと割高という形になりますね。はい。あと食べ物としては全人種共通で、チキンライス、クイティアオ、あとハンバーガーですね。こちらはもうどの人種の方も食べれると思います。はい。あとね基本的に辛い料理が多いんで、やっぱり東南アジアもマレーシアに限らず東南アジア全部だと思うんですけど、辛い料理っていうか、逆に日本が塩辛いちょっと味覚なので、そこはちょっと相違点があるので、最初慣れるのに時間かかると思うんですけど、慣れたらね非常に美味しいんで、積極的にねやっぱり辛いのがダメっていう拒否するんじゃなくて、少しずつですね慣れていくのがいいかと思います。はい。でそれからですね、移住してきてやはり食べ物が合わないとかいろんな理由があって、やはり日本食とかを食べ続けてしまうとですね、日本そういったもの食べれるんですけど、いっぱいあるんですけども、日本以上の価格になってしまうと思います。どうしても輸入しちゃうんでですね、その分のコストが上がってくると思います。現地
の料理になれればですね、だいたい1食300円程度ですね。ただし注意点が一つあって、カロリーがちょっと高めなんで、そこはですね、日本で3食食べてた分を2食に変えるとか、そういった、工夫は必要になってくるかと思います。あとですね、交通面でいうと、バス、電車の交通機関が網羅されていて、あと料金もだいぶ安いですね。はい、もう何十円かで乗れますね、ちょっと近い距離だとですね。あとグラブっていう配車アプリですね、タクシーの配車アプリ、これも利用できて非常に便利ですね。料金もだいぶ安いです、日本と比べるとですね。あと、長距離バスとか鉄道、フェリーなんかも値段も安いんですけども、あとネットでも予約が簡単にできるので、こちらもですね非常に便利ですね。あとこういった交通機関以外でいうと、日本で運転免許証を持っている人いると思うんですけども、その運転免許証自体も日本のものをマレーシアの免許に書き換えて、マレーシアで免許の更新などもできます。はい、あと、このマレーシアの中心部 KL とか、セランゴールですね、 KL とかセランゴールについては、車社会ですね、車が中心の車社会なんですけども、その周りですね、田舎の方に行ったりするとバイクも非常に多いですね。でマレーシアで人口3000万ぐらいですかね、それより多いんですけど、3500万人ぐらいですかね、ちょっと分かんないですけど、正確な数はですね、その数で、2人に1人はバイクに乗っているという数みたいですね。非常に多いですね。ここら辺 KL で方ではちょっとそういうのは体感できないんですけど、やっぱり田舎に行くとですね、バイクに乗っている方多いですね。はい、あとですね、バイクっていうのも125cc が一般的で、125cc でもですね高速道路乗れますので、非常に、安くで旅行なんかも楽しめます。はい、あとバイクの方はですね、高速料金、あと駐車料金が無料のところも多いので、非常にですねコストが安く抑えられるかと思います。あと車の方はですね、でもこちらもデメリットの部分になるんですけども、運転の方が非常に荒いんでですね、少しでもですね前に行こうという形で皆さん走られているんでですね、最初はですね、その流れに合わせるんじゃないですけど、徐々にですねその流れに、合わせる形でいいかと思います。なかなか最初はね難しいかと思います。はい、で続きまして、次はですね宗教ですね。宗教は、マレー系がイスラム教、それから中華系が仏教が多いですね。あとインド系はヒンドゥー教が多い形になってます。あと、公共の場所では、服装の配慮が必要ですね。やはりイスラム、マレー系の方が中心の国ですので、イスラム教だとやはりその肌の露出っていうのが問題になるかと思いますので、例えば、その JPJ というその先ほどの免許を切り替える時なんか、その公共の場所ですねに行く場合はやはり男性だったら長ズボンを履いていくだとかですね、女性だったら肌の露出を控える形での服装が、必要になってくるかと思います。あとですね、基本的にですねいろんな、人種の方はいるんですけども、生活圏がですね分かれてるんですね。ここが、マレー系が多い人のエリア、中華系のエリア、それとかインド系のエリアという形でいろいろ分かれてるんでですね、そこはですね分かれてるんでお互いを気にすることなく、生活の方はできるのではないかなと思います。はい、であと、これも多民族国家なんで、1年にですね4回お正月があります。はい、ハッピーニューイヤーですね、1月1日の元旦、それと、1月後半から2月前半ぐらいにかけて、中国のチャイニーズニューイヤーですねがあります。それから、4月ぐらいですねの方がラマダン明けの、イスラム教のハリラヤ、それから10月後半以降の、インドのお正月と言われる、お正月ではない、厳密に言うとお正月ではないんですけど、ディババリですね、こちらの方があります。これで4つですね。はい、あと食事の面ではイスラム教、ヒンドゥー教では、食事の制限があるので、こちらもやはりですね一緒に食事する時なんかはやはり配慮が必要なのかなと思います。例えば、マレー系の方に豚肉が出る料理の、飲食店なんかを誘うっていうのはやはりタブーですね。あと、この
ヒンドゥー教の、インド系の方を食事に誘う時も、牛ですね、牛肉料理があるところはちょっと少し避けた方がいいのかなと思います。あとイスラム系そのマレー系の方だったら酒も禁止なのでですね、そういったところもですね配慮が必要かと思います。はいはい、それでは続きまして旅行ですね。旅行は世界遺産もいくつかありまして、まず広大な大自然が特徴のキナバル公園ですね。東マレーシアの方ですね。はい、あと洞窟で有名なグヌンムル国立公園、ここ私行ってないんですね。はい、そう残念、行きたかったですね。機会があればですね行きたいと思います。あとペナンのですねジョージタウン、それから古都マラッカですね。あと最後がレンゴン渓谷の考古遺跡、こちらの方ですねになってますね。中でもやっぱりマラッカ、ペナンっていうのは、人気の観光地ですので、中華系、あともう一つですね、中華系の美食の街のイポーというところがあるんですけど、こちらも人気となっております。はい、あと近隣国であるシンガポールとかタイにですね電車や、バス、それから飛行機でも気軽に行けるんでですね、そこにも限らずですねエアアジアとかいろいろあるんで、旅行会社もですね航路が非常に多いんですね。でそれでいて先ほどの、LCC ですねがたくさん飛んでるので、値段を抑えた形で世界各地に旅行することもできます。はい、あとそうですねこのなんですかね、やっぱり海外移住をするっていうことで一番重要なことっていうのはやっぱり現地の文化や生活習慣などを、自分に取り入れることができれば、移住のハードルっていうのはだいぶ高くはないのかなと思います。逆にですね、日本の文化や生活習慣を引きずったまま移住してしまうとそこは生きづらいかと思いますので、可能であればですねまずは移住する国のことを学んで自分に適しているかどうかを判断して移住を検討していただければと思います。マレーシアはね私フィットした国なんですけども、ただですね私旅行の仕方がねちょっと過激で、ほとんど毎週旅行してたんで全ての観光地行き尽くしてしまってですね、新鮮味がちょっとなくなってしまったので、今回マレーシアから移住してしまうという形になってます。通常の方はやはりそこまで旅行しないんで、十分ですね長期で楽しめる国になっているかと思います。はい、あとね私の方なんですけども、当面はですね先ほどもちょっと話したんですけども、この東南アジアの周りの国ですねを周遊しながら、のんびりと次の移住先を決めていきたいと思いますね。それでは、次の旅動画の方は、ベトナムという風になるかと思います。どうぞお楽しみによろしくお願いいたします。バイバーイ。